こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家です。現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。今日はアダルトチルドレンを克服するために必要な話をします。つまり子供時代を振り返るという話です。誰でもまともな人になりたいんです。立派な人になりたいんです。親のせいにしたくないんです。そして人は見たくないものは無意識で見ないようにします。そういったこともあって、アダルトチルドレンは心の深い部分、根っこに問題があります。意識していない深い部分です。深い部分に問題があるのに、多くのアダルトチルドレンは意識している浅い部分を直そうとしています。だから治らないのです。一度、事の発端に立ち戻って、根っこの問題に働きかける必要があります。でも、これには注意点がありますので、よかったら最後まで聞いていってください。このチャンネルは、アダルトチルドレンの治し方や改善方法や少しでも生きやすくなるための情報などを配信しています。興味のある方は他の動画も見ていってください。また字幕の整備もしてありますので、字幕が必要な方は字幕の設定をオンにしてください。皆さんは過去を振り返るということに対してどのようなイメージをお持ちですか？過去を振り返っているアダルトチルドレンに対して、いつまでそんなこと言ってんだよ、前を向いて生きろよ、などという人もいますね。でも、過去を振り返っているアダルトチルドレンでも、もっと前向きで健全な目的で振り返る人もいます。このような人は自分の人生の責任を親になすりつけるためではなく、また親にしてもらったことをなかったことにするためでもなく、生きづらい自分の人生を引き受けるために振り返っています。つまり、この生きづらい人生を自分の力で生きやすくするために、小さい頃に親からどのような悪影響を受けたのかということを知ろうとしているのです。これはアダルトチルドレンにはとても大切なことです。つまり、子供の頃を振り返るのは、抑圧している感情や心の傷や内面化してしまった親の声や認知の歪みや自己蔑視などに気づいたり改善させるために必要です。例えば、毒親や心が未成熟の親に育てられた人は、生き延びるために自分の心をごまかしています。そこで、アダルトチルドレンは、得体の知れない何かをいっぱい持っています。例えば、得体の知れない憎しみ、得体の知れない劣等感、得体の知れない恐怖などです。これらを具体的に、根っこは母親への憎しみだ。俺の根っこの劣等感は頭が悪いということだ。私の根っこの恐怖は父親だとはっきりさせる必要があります。得体の知れない何かのままで生きているから、それを癒すことができなくて、あの人も憎い、この人も憎い、あれも劣等感、これも劣等感、あの人も怖い、この人も怖い、となってしまうのです。このように多くのアダルトチルドレンは子供の頃にごまかした未処理の感情を処理していないから、その未処理の感情に悪影響を受け続けています。これが自滅的な行動になって現れ、人間関係その他がうまくいかないのです。他にもアダルトチルドレンは
ありのままの自分では価値がない。誰も私を認めてくれない。自分は劣った存在。私は誰からも愛されない。などの自滅的な信念がある人が多いですが、この間違った思い込みを直さないことには、社会でまともには生きていけません。ですが、小さい頃にできた信念は、なかなか直せません。でも、子供の頃を振り返ることによって、そして親の未熟性を見破ることによって、これは親の問題であって自分の問題ではなかったんだと心の底から納得できると、これを変える大きな突破口になります。つまりこの信念が根拠のないデタラメだと知ることが必要です。気づくだけで簡単に治るというわけではありませんが、気づいていない時と比べてはるかに大きな力になります。このような間違った信念だけではなく、罪悪感や自己否定もそうです。子供は罪悪感を持たせれば簡単に操作できます。そこで毒親や心が未成熟の親は、子供を自分勝手に操作するために罪悪感を持たせます。こうなると子供は親に言われたことを自分がやらなかったりできなければ、自分はダメな子と思い込みます。さらにこのような親は自己防衛で、あなたのために言ってるのと言ったり、立派な親のふりや愛のある親のふりをします。そこで子供は、親は立派なのに自分はダメ人間だとさらに自分を責める人になったり、自己蔑視や自己無価値観を強めます。でもこのようなものがどのような子供の頃の経験によってできたのか理解できれば、自分を責めるのはおかしいということに気づきやすくなります。ここを見ようとしないから、いつまでも親の自己防衛に騙されているのです。つまりいつまでも自分を責めて、自分が自分の敵になり続けています。このような子供の頃にできた無意識の問題や間違った信念や罪悪感を解決していくには、どっぷり過去を点検する必要があります。ちょっと振り返るだけでは何も思い出せないかもしれません。時間をかけてどっぷりです。どっぷり過去を振り返る。これは決して後ろ向きな行動ではありません。自分の力で自分の人生を取り戻すための前向きな行動です。でも、すべての人が同じではありません。機能不全家族で育ったために生きづらくなってしまったアダルトチルドレンと、生まれつきの脳の問題で生きづらくなってしまった人とでは、症状は似ているところがあっても中身は違います。このチャンネルはアダルトチルドレン専門チャンネルです。アダルトチルドレンに向けて話しています。また、ひとまとめにアダルトチルドレンといっても、人によって心の傷や過去のトラウマの大きさは違います。例えば、ひどい虐待などを受けていて、トラウマや心の痛みを思い出すことが非常につらいときは、無理はしないでください。もっと傷が癒えて落ち着いてからにするか、カウンセリングなどを受けることをお勧めします。過去を振り返って真相をつかんだら、それを前向きに生かさないと意味がありません。前向きに生かすとは、自己認識を深めることや
自己蔑視をやめる材料に使うということです。でもアダルトチルドレンの中には、真相がはっきりしてくると、親を憎むだけ、そして文句を言っているだけで、自分では何もしない人がいます。これはマイナスです。親を憎んではいけません。などときれい事を言うつもりはありません。そもそも多くのアダルトチルドレンは気づいていないだけで最初から親を憎んでいます。そのことにここで気づいたということです。それも長年かけて貯めた憎しみですので、莫大な量の憎しみです。急に許せるわけがありません。許せる時期が来るまで憎んでいていいです。また、文句を言ってもいいです。本人に言うのであれば。でもここでありがちなのは、本人には言わずに、陰で SNS などで言ったり、心の中で言ったりするだけで、自分では何もしない。これは自分の人生を引き受けようとしていないということです。自分の人生を引き受けようとしない人は、親を恨んだり、親のせいにしているだけで、回復する努力はしません。これで、アダルトチルドレンから回復できるわけがありません。確かに、十分に愛されて育っていれば、アダルトチルドレンにはなっていなかったかもしれません。ですが、アダルトチルドレンになってしまったのであれば、この問題は自分にしか直せないのです。不公平だし、無念だし、悔しいけど、それでも親には直せません。でもこのことは、親に関係なく自分で直せるということです。親が何かをしてくれなくても、親が変わってくれなくても、そんなこと自分の幸せには関係がないということです。なのに、お前のせいだ、どうしてくれんだ、どうにかしろという姿勢の時は、この自分で直せるという力を放棄しています。アダルトチルドレンからの回復は、自分の人生を引き受け、自分で直そうとしない限り始まりません。アダルトチルドレンの人生など誰でも嫌です。何も悪いことしてないのになんで私だけこんな目に遭わなければいけないんだと思うのも無理はありません。よくわかります。それでもこの人生は嫌だと言っているのはこの自分は嫌だと言っているのと同じです。自分を拒否している間は回復どころか悪化していきます。どこかで人生への抵抗を諦めてこの人生で生きてやると力強く決意しないと回復は始まりません。ではポイントを振り返ります。いつまでも過去のことをぐちぐち言っているだけで生産的に生きようとしない人に過去に生きるな今を生きろという人がいますね。そこで過去を振り返ることが何かいけないことのように感じる人もいると思います。でも機能不全家族で育ったために無意識に問題を抱えているアダルトチルドレンが前を向いて生きていけるようになるためには過去を徹底的に振り返る必要があります。自分の人生を引き受けた上で自己認識を深めるため、抑圧している感情を解放するため、真相を突き止めて自己蔑視をやめるため、認知の歪みに気づくため、などのために過去を振り返ることは
後ろ向きな行動ではなく、前向きの行動です。成長するための行動です。むしろ、愛されていなかったと気づきたくない。親を憎んでいることに気づきたくない。親を恨みたくない。真相を知りたくない。などで、現実と直面することから逃げることの方が、後ろ向きの行動です。過去を振り返って、親の幼児性や未熟性や親の憎しみなどに気づいた後は、前に進まなければ意味がありません。ここで親への憎しみにとらわれすぎて、どうしてくれんだ、お前がどうにかしろ、絶対許さないと言っているのはマイナスでしかありません。これは自分の人生を引き受けていない人の症状です。アダルトチルドレンは依存心が強い人が多いので、この落とし穴にはまってしまう人も多いです。一度はまってしまったとしても、気づいて抜け出せばいいだけです。そして今度はアダルトチルドレンを克服するために自分の人生を引き受けて、親のことはもういい。自分で幸せになろう。自分の人生を生きようと本気で決意しましょう。あなたがどうにかしろ。あなたが直せと言っているのは、私には直せませんと言っているのと同じです。これは回復力を放棄しているということです。自分でどうにかしてやると思った時に力が出ます。全部自分一人でやらなければいけないということではありません。誰かの意見を聞いたり、力を借りることはあっても、それでも自分の人生は自分が責任者だという揺るがない気持ちが必要です。そのような心構えで、このチャンネルも参考にしていただけたら嬉しく思います。そのような方に今後もアダルトチルドレンの治し方や改善方法など役に立つ情報を配信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。